はいどうも、虫取りチャンネルです。この中で去年飼育していたとある昆虫のさなぎを越冬させています。早速開けて見ていきましょう。はい、こちらオオシモフリスズメという日本で最大級のスズメガのさなぎです。かりんとうみたいな見た目してますね。ここ数日の暖かさですでに1匹羽化を始めています。こちらは羽化して羽を伸ばしている最中のオオシモフリスズメの成虫です。手と比べるとこのぐらいのサイズ感があります。去年の飼育の様子をご覧ください。こちらオオシモフリスズメの幼虫でございます。こちらね、虫岡さんにもお裾分けした個体なんですけども、僕の知り合いがオオシモフリスズメの卵を手に入れまして、その方がね、なんとありがたいことに分けてくれたんですよ。オオシモフリスズメっていうのはスズメガの仲間なんですけども、スズメガの幼虫の特徴はこれ。お尻の先端に柔らかいトゲが生えてます。この子はね、まだまだちっちゃい幼虫なんですけども、餌を食べて大きくなっていきますので、ちゃんと毎日餌替えしてやっていきたいと思います。よし、じゃあ餌替えやっていきましょう。プリンカップにティッシュを敷いて、餌は桜の葉っぱ、ソメイヨシノですね。プリンカップにそのまんま入れちゃいます。この幼虫たちを一匹残らず移す。お尻側の腹脚を掴んで離してあげると取れます。はい。餌替え完了しました。こうやって毎日餌交換してあげないと幼虫が病気になっちゃうからね。飼育のコツは新鮮な餌を毎日あげること。もうこれ守っとけば飼育はうまくいきます。葉っぱにハエの卵が生まれてて、それを食べた幼虫が寄生バエに感染するっていうのがあるんですけども、街中の桜でそういう卵を産みつけられた桜の葉っぱっていうのはもうほぼないですね。はい、餌替え完了しました。じゃあこれも毎日餌替えして大きくなるまで飼育していきましょう。はい、おはようございます。遠征中の虫取りチャンネルのアリュウです。今八丈島に来ておりまして、八丈島に来てる間にね、まだまだこの子らが幼虫のままなんですよ。遠征中もほったらかしにしてるとこれでは死んでしまうんで、遠征先に持ってきました。現地で餌替え。深くなったね、ヒメヤママユ。餌替え完了。じゃあ引き続き飼育していきます。はい、ということでベランダからまだ羽化していないさなぎを持ってきました。改めてなんですけども、こちらオオシモフリスズメというスズメガのさなぎです。オオシモフリスズメは日本のスズメガの中でも最大級のサイズで、さなぎのサイズもめちゃくちゃ大きいです。ちょっとね、飼育個体なんで飼育の上手い下手でこのさなぎのサイズが小さくなったりするんで、多分ね、野外のさなぎはもうこれよりもうちょっと大きいと思う。もう一回りぐらい大きいと思います。これが1個、2個、そしてもうすでに撮影する前に2匹羽化しちゃいました。はい、これがさなぎの殻。それではまずこのさなぎをよく観察していきましょう。さなぎの表面に結構土とか泥とか、あとは白いのはカビかな。あまり健康でないさなぎのように見えますけども、これは越冬してる間にずっと湿った土の上に置いといたからこうなってるだけで、むしろその越冬させるためにその水分って重要なんですよ。乾いた土とかティッシュだけ入れた箱の中に入れておくと水分量が足りなくって越冬できずに干からびて死んでしまいます。そこで今回は結構このスズメガ系の幼虫って越冬させるの難しいんですけども、今回は水分量が越冬するのに十分足りるように蓋のついたプラスチックのゴミ箱に土を入れて、そこにさなぎを入れて蓋をしてベランダで保管しました。こうすることでね、野外の気温を保ちつつ湿度も十分保つことができる、そんな羽化セットで保管しておりました。なので泥がねついてますけども、これ健康の証と思ってください。実際にね、もうすでに2匹ぐらい羽化しちゃってるんで、これらの個体もね割とこうずっしり重いんですよね。ちゃんとね中が詰まってて、死ぬと結構乾燥して干からびて軽くなるんですけども、このさなぎたちはね非常にまだずっしり重みを感じるんで、まだ生きてるんだと思います。画面を見て左側が頭部、頭と胸がある部分ですね。右側が腹部、腹の部分ですね。1本2本3本4本線が入っていると思いますけども、ここがね実は動くんですよ。ほら、この節が動くようになってます。これがねもうすでに羽化しちゃったさなぎの殻なんですけども、このさなぎの殻もこうやって動くようになってるんで、なんかプラモデルみたいですね。よくできてます。これこんな感じでグニグニ動きます。一節がやたら太いんだよね。なんかもうこの見た目は結構特徴的ですね。面白い。なんかかりんとうみたいですね。続きましては頭部見ていきましょう。頭部はねこのようにもう触覚の筋が見えますね。
この触覚の筋がこうやって2本あって、その間が昆虫の頭部が収まっている部分になります。おそらくねこの辺とかが目なんじゃないかな。触覚よりも外側はこれがね羽が収まっている部分ですね。羽の部分すごい小さいんですけども、これは羽化した直後から伸び始めて、最終的には飛べるぐらいの大きさの羽に膨らみます。この羽を伸ばすのに失敗すると飛べない成虫になってしまいます。これを羽化不全と言います。この羽化不全を避けるには、羽化した時の水分、気温であったり、あとは羽を伸ばす時にぶら下がる場所が必要だったりします。そういったものを準備してあげないと、羽化不全になってしまう確率が高くなります。特にこういう大きな昆虫では結構羽化不全は起こりやすいです。はい、ということでこの2つの大きなさなぎを見ていきましたけども、実はねもう1個割ってしまったさなぎがあるんですね。ちょっとねこれはアクシデントで、これを入れてた箱の蓋を中に落っことしてしまって、ちょっとこのさなぎに激突してしまって、こうやって殻が割れてしまいました。なのでちょっと今こうやって中身がね見えてる状況なんですけども、なんかね別に普通に生きてるっぽいんですよね。ちょっとね羽化不全になっちゃうかもしれないんですけども、この個体まだ普通に生きてるっぽいです。っていうのもね、ちょっと顔を見てみますよ。まだ生きてると思った理由がですね、ほらほら足動かすんですよね。ほら越冬は無事できたんですけども、ちょっとねまだ羽を伸ばす取れない、羽を伸ばすタイミングじゃない時にちょっと蓋開けて起こしてしまったみたいですね。タイミングが来たら他のさなぎと同じようにこの殻から抜け出して羽を伸ばそうとすると思うんですけども、無事羽が伸びきるかどうかはちょっとよくわかんないです。はい、これがオオシモフリスズメの羽化前の成虫のお顔でございます。つぶらな目がここに1個2個あって、真ん中はね口粉が生えてますね。こちらで、この口がすごく短いんですけども、このオオシモフリスズメは羽化してから餌を食べません。餌を食べないので、このように口粉は短く退化していってます。まだこれ退化の途中ですけども、そのうちね山繭みたいにこの口粉がなくなってしまうんじゃないかなと思います。蓋ぶつけてごめんよということでね、この個体にはねまたアイマスクしてもらって休んでてほしいんですけども、乾燥しないようにこうやって濡れたティッシュをこうやってかぶせて、その上からラップでちょっと実験的ですけどもこうやってぐるっと巻いて、こうやってね羽化する時まで水分が乾燥しないように包みみたいなものを作ってみました。ちゃんと無事出てきてくれるかな。はい、それではねこのまだ羽化してない2つのさなぎはダイソーの昆虫ネットにこうやって入れて、蓋のチャックを閉めてこうして置いとけば、羽化した直後にぶら下がる場所ができて羽化不全っていうのを起こさないんじゃないかなと思います。ちょっとねこれでしばらく羽化するまで様子を見てみましょう。はい、そして冒頭お見せした個体がこちら。かわいいかわいい。足の力がすげえ強いんですよねやっぱ。はい、こちらちょっと羽化不全ですけども、オオシモフリスズメオスです。どこ行くねん。めっちゃめちゃかわいい。ちょっとねこの個体は初めにお見せした箱の中で羽化して、箱捕まる場所がなくって、こんな感じで最終的には羽化不全して羽が固まってしまったんですけども、なんで少し悪いことをしましたね。はい、ですがこのように越冬は十分できたみたいです。この顔めっちゃ可愛いはい、オオシモフリスズメなんですけども、これと似たスズメガはね日本には他にいないです。シモフリスズメが似てるっちゃ似てるんですけども、属としては全然別なんで、これと似たスズメガっていうのはあんまりいないです。オオシモフリスズメは4月桜の咲く時期に羽化する大型の日本最大のスズメガで、正直飛ぶのは苦手です。こんだけ体が大きいんで飛ぶのは苦手で、今めちゃめちゃ羽ばたきながら歩いてるんですけども、なかなか飛びませんよね。めっちゃ歩くやん。はい、ようやく捕まえましたオオシモフリスズメ。このようにねめちゃめちゃ体がでかいんですよね。すごいね粗い毛で覆われてて、なんかこうちょっとガじゃないっていうか鳥みたいななんか見た目してませんか。そのモフモフで昆虫は無理でしょ。はい、ということで羽化不全してしまったオオシモフリスズメですけども、他の個体はねちゃんと羽化不全を起こさないようにしていきたいですね。やばい羽化してる。昨日ね1匹目羽化したんですけども、もう早速2匹目羽化してる。はい、無事オオシモフリスズメ羽が伸びきりましたね。ケースから出していきましょうか。はい、
こちらがオオシモフリスズメ。お尻の先端の形状からしておそらくオスだと思います。にしてもこのエビ反りがすっごいですね。なんでこんなに反ってるの？羽は全体的に灰色で、灰色と肌色と黄土色と黒で構成されてますね。結構地味なカラーしてます。めっちゃめちゃおしっこした。蝶々とが共通なんですけども、羽化した直後に体に溜まっていた余分な水分をこのようにお尻の先端から吹き出します。おもらししちゃったね。服とかについても一回洗濯したら落ちるから別に大したことないんですけども、皆さんも気をつけてください。羽化ケースの環境が良かったためか、これ羽化不全全く起こしてないですね。やっぱりぶら下がれる場所がちゃんとあったっていうのが大きいみたいですね。体が大きいせいかあまり飛ぶのは上手じゃなくて、このように羽化した直後も歩き回ります。お尻の先端はメスの腹部を掴むような形状をしていて、これがオスの特徴です。足には巨と呼ばれる鋭いトゲが生えていて、手の上を歩かせているとここがチクチク痛いです。また足の先端は付節と呼ばれる短い節が連続していて柔軟性があり、その先端には2つの鍵爪がついていて、この鍵爪で木にしがみつくことで重い体を支えています。はい、ということで今3匹のオオシモフリスズメが手元に揃いました。大きいがってめっちゃ可愛いね。今左手が幸せです。この子ちょっと羽化不全させたのは残念でしたね。もったいなかった。はい、ということで無事オオシモフリスズメ羽化させることができました。改めて見て巨大なスズメガでしたね。日本で一番大きなスズメガと言われています。やっぱ飼育個体は野外ほど餌を潤沢に食べれるわけじゃないんで、どうしても小さくなってしまいがちで、この個体もね一回りぐらい小さいんですけども、それでもかなり大きかったですね。手に乗せた時にずっしりと重みを感じました。3匹のオオシモフリスズメが手元に揃っています。この個体は腹部先端の形状がねちょっとオスとは違うんで、これはメスだと思います。ということで今オスとメスが手元に揃っているんで、うまくいけばこれ繁殖できますね。しばらく同じケースに入れて交尾するかどうか実験してみます。オスの腹部先端はこういうメスのお腹を捕まえるような形をしているんですけども、こちらの体の大きな個体は腹部先端がね分かりにくいかもしれないですけども、掴むような構造をしてません。はい、このようにね腹部がなんかメスっぽいです。ということでこれもしかしたら繁殖できるかもしれないですね。ちょっとこの子たちを同じケースの中に入れて繁殖しないかどうか試してみたいと思います。もしうまくいけば今年またオオシモフリスズメの飼育できるかもしれません。続報をお楽しみっていうことで、今回の動画はこの辺でおしまいにしたいと思います。それではまたね。バイバイ。